アロハッピー、皆さん明けましておめでとうございます。2026年のゆうこチューブです。今日はね、1月6日、新年初の YouTube 撮影になります。ただね、実は新年初サーフィンではなくって、すでにもう2回目ではあるんだけど、そう、今年じゃない、もう去年か。この冬、12月から年末年始にかけてね、結構ハワイ天気が悪くって、しかも波も全然なくって、本当にサーフィン楽しめない日が続いてて、で、青空もなかなか見えないし、ハワイらしくないなって感じだったんだけど、1月6日、今日久々に青空広がって、波もね、ありそうだから、ちょっと張り切ってカメラ持ってくることにしました。皆さんは2025年いかがお過ごしでしたか？ということで、せっかくなのでもうね、海行きながら、ちょっと話しながら、今年の挨拶動画っていう感じで、今日はお届けしたいと思います。じゃあ一緒に行きましょう。最近寒かったからウェットスーツ着てたんだけど、今日は久々にビキニで行けそうです。よいしょ。じゃあちょっとパドルアウトしながら2025年のお話をちょっとだけ。そう、2025年の私のサーフィンライフを、振り返ると、サーフィンはね、どうやら138回ぐらいやったみたいです、年間で。だから単純計算したら、2、3日に1回、週に2、3回はサーフィンしたかなっていう感じです。皆さんも分かってるかと思うんだけど、一応私ハワイでお仕事しててフルタイムで、一応週に5日は働いてるから、週休2日の中で頑張って週2、3回サーフィン行けたってことは、休みの日はもう必ずしてるし、仕事がある日もしてたっていう感じかな。しかも波ある日ない日バラバラだから、波ある時は毎日頑張って仕事の後に海に駆け込んだ日もあれば、波がなかったらこの12月みたいに全然1週間海に入らないなんて日もあったから、そんな中ではね、たくさんサーフィンできて楽しい1年だったなと2025年を振り返ります。YouTube 的にはもう本当に編集する時間がなくって、夏はさ、働いて空いてる時間は海に行って波がいいと動画は撮っちゃうのに、編集する時間が全くなくって、載せたいのに載せられてない動画が実はいっぱいあるんだよね。趣味で YouTube やってるからしょうがないんだけど、でもお蔵入りにするのもすごいもったいないと思うから申し訳ないんだけど、2026年になってからもちょっと昔の動画とか季節外れの夏の動画とかももしかしたらこれから載せていくかもしれないけど、温かく見守ってそれも楽しんで見てくれると嬉しいです。あとはね、ワイキキのビーチで行われるサーフィンのちょっとした大会、素人でも挑戦できる大会にも 1、2 回出させてもらって、波が来た。短い20分とかの限られたヒートの中でいいサーフィンをしなきゃいけないっていうね、プレッシャーの中でサーフィンする経験もできたから、波乗りハング5とかに関してもよりね、燃えて頑張ってこれた1年かなと思います。それでもね、まだ私の目標としてるハング10はちゃんとできてなくって、動画でも撮影できてなくって、モデルでできたことは今までに 2、3回あるんだけど、もちろんその時に
ちょうどよく GoPro 持ってるわけでもないから、皆さんにも結果報告ができていない状況なので、それが2026年の目標かな。カメラを持ちながらハング10を決めるできるかな。今日寒くないね。今日明けましておめでとう動画撮ってるの波も良さそうだから乗りながら撮っていきます。ということでね、今日の午前中のサーフィン動画の時には2015年の振り返り少しと、あと2026年の目標とかも話してたと思うんだけど、結局ね、あの後クイーンズ波乗りスポットに着いてからはもう波乗りで必死でお話どころじゃなかったから、ちょっとね続きを話そうと思ってまたビーチに来ました。さっきサーフィンしてたクイーンズが見える。ここに座ってまったりしてます。そう、なんか2026年こそはハング10を目指して頑張りたいなって思ってるんだけど、まあこの1年サーフィンしてて、っていうかまあずっと前からなんだけど、やっぱりスランプを感じるタイミングって誰にでもありますよね。私ね、もうしばらくずっとスランプを感じてるってずっと思ってたんだけど、まあ YouTube 始めた頃から見てくれてる方はご存知かなって思うんですけど、私は今サーフィン始めて5年くらいで YouTube 自体は始めて3年くらいかなっていう感じで、でもぶっちゃけ私って2年ぐらい前からハング5一応できてたというか、わかんない、できたうちに入らないんだけど、でも2年ぐらい前にもハング5できましたとか、ハング53回できるまで帰れませんみたいな動画を撮ったりとかしてたんだけど、
その時は1年後とか半年後にはハングテンもできるんじゃないみたいな感じで、結構もう伸び盛りで気持ちもイケイケでどんどん上手になるぞってすごい意気込んでたのに、実際1年経ってもハングテンは未だに自分でセルフィーで収められてないし、まグレーレベルでしかできないし、なんかもっと早く成長できるんじゃないかなって自分に過信してたのかな。結構日々のセッションでまた今日もできなかったって落ち込むことも多かったんだけど、だからずっとスランプだと思ってたんだけど、ハングテンってことだけにこだわりすぎて考えちゃうと、確かにステップとしてはずっとハング5のままで成長してないって見えちゃうかもしれないけど、でも自分の中で考え方を変えて、っていうかサーフィンってもう全てそうだと思うんだけど、ハング5ができるっていう中でも、じゃあ2年前の私のハング5はどうだったかってこう動画とかね、自分で見返して振り返ってみると、すっごい力んで力が入って、もうハング5に全力、体もカッチコチみたいなハング5しかできてなかったと思うし、それがだんだん足幅スタンスが狭くなってって、でちょっとこうスンって立てるようになって、手もずっとこうやって力入って握り拳だったのも、今はちょっとこうリラックスを意識できるようにはなってきてるし、やっぱりちゃんと一つずつそういう細かいところに目を向けていくと、そこも改善されてきたし、前ほどすごい前傾にならなくなったし、足幅とかもハング5してる時のね、歩幅も絶対確実に狭くなってるんだよね。しかも前までは波に乗ってハング5だけを目指してまっすぐテテテテって言ってノーズが沈んで終わっちゃうみたいな波乗りが多かったんだけど、結構友達とかにももっとパワーゾーンにいないとダメだよとか、カットバックしないとダメだよってこうアドバイスもねたくさんもらって、で最近はもうただハング5目指して頑張るんじゃなくって、その一つの波を長く乗りつなげられるようにノーズにも行くし、戻ってターンしてパワーゾーンにまたね近づいて、でフェイスをうまく続けて波乗りしていくっていうことにね意識を向けられるようになってきたの。それも最近の話なんです。だから私も自分で最近気づいたんだけど、もう全然成長できてないじゃんってすごい落ち込むこともあると思うんだけど、すごい小さいことに目を向けてあげたらできるようになったことって絶対いっぱいあるはずなんだよね。だってこれだけ海に来ててさ、頑張ってるんだもん。週に 2,3 回海に通って波が小さくって全然そもそも練習にならない日も頑張ってきてるんだもんって思うと、絶対この努力は、もしかしたらいつかバコーンって急にハング10できるようになっちゃうかもしれないし、これからもコツコツ小さい課題を少しずつ解決して上手くなるかもしれないし、わからないんだけど、あまり急ぎすぎずにね、焦りすぎずにこれからもサーフィン楽しんでいきたいと思います。でね、2026年はワイキキのサーフィンライフはもちろんなんだけど、実はすっごい楽しみなサーフトリップも企画してます。だからその様子もお届けしたいと思うし、あとね、実は2025年にそれはサーフトリップじゃないんだけど、旅行先でサーフィンした時の動画も撮ってるから、ちゃんとね時間作って編集してその様子もみんなにお届けしたいと思います。いろんな国でいろんな人と交流しながらするサーフィンってすごい大好きだから、これは今後も続けていきたいなと思っています。頻繁には行けないんだけどね。ということでね、こんなに長々喋る動画めったにないから、ちょっと珍しい感じになったんじゃないかなって思うけど、最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。